皆さんこんにちは。運営のアドビシンです。本日はプレミアプロを使って誰でも簡単に音量を調節する方法を見ていきたいと思います。やり方は3つあるので用途に合わせて使うようにしてください。それではまず1つ目のやり方を見ていきます。1つ目はトラックごとに音量を調節する方法です。トラックというのはこちらのように A1 だとここにある音量すべての大きさを調整することができます。A1、A2、A3、V1、V2、V3 このことを言います。それでは見ていきましょう。まず、ウィンドウをクリックしてください。ウィンドウの中にオーディオクリップミキサーというのがあるので、こちらをチェックしてください。そうすると、ソースパネルにオーディオクリップミキサーが表示されるのがわかるかと思います。こちらを見ていただくとお分かりだと思いますが、オーディオ1、オーディオ2、オーディオ3というようになっています。こちらの A1 は A1、A2 は A2、A3 は A3 というように対応しています。まずはこちらを再生してみます。あいうえお、あいうえお、あいうえお、マイクテスト、マイクテスト。このような感じなのですが、例えばもう少し音量を大きくしたいと思った場合、こちらのタブを上に持ち上げてください。こうすることで音量をでかくすることができます。もう一度聞いてみましょう。あいうえお、あいうえお、あいうえお、マイクテスト、マイクテスト。先ほどより音量が大きくなったのがわかるかと思います。こちらは例えば A2 はバックグラウンドの音楽を流して A1 は声を聞き取りやすいようにしたいという時などによく使えます。バックグラウンドの音楽を A2 に配置してこちらの音量を下げてあげればバックグラウンドの音は小さくすることができます。それでは2つ目の方法を見ていきたいと思います。2つ目の方法はクリップごとにサウンドを小さくしたいときに使える方法です。まずは小さくしたい部分のみをクリップを切り取ります。切り取りはコマンド K で行うことができます。そしてこちらのクリップの音量を小さくしていきたいと思います。やり方は簡単で、こちらをクリックした状態でソースパネルの中のエフェクトコントロールを選択します。この中にボリュームというところがあるので、こちらのレベルを選択してください。今回は音を小さくしていきたいと思います。マイナスにすればするほど音は小さくなっていきます。それでは聞いてみましょう。あいうえお、マイクテスト。このように音がほとんど聞こえなくなったのがわかるかと思います。ここの数値を調節して音量を上げたり下げたりしてみてください。それでは3つ目の方法を見ていきます。3つ目の方法はペンツールを使うやり方です。それでは見ていきましょう。こちらでスクロールして、このように A1 のところ長さを大きくしてあげてください。ここでショートカットキー P を押してペンツールに切り替えます。音を小さくしたいところの範囲を選択します。2点打ってあげてください。そしてこの真ん中にもう一つ点を打ってあげてください。そして真ん中の点を下の方に下げていきます。こうすることで音を小さくすることができます。この部分だけの音が小さくなります。それでは聞いていきましょう。あいうえお、あいうえお、あいうえお、マイクテスト。このようにここの部分だけ小さくなったのがわかるかと思います。以上、プレミアプロを使って誰でも簡単に音量を調節する方法でした。ご視聴ありがとうございました。